ピニャラーマシュです。ということで今回もスクバスやっていくんですけど、今回はこちらですね。スクバスの思い出を振り返ろうパート1ということでやっていきたいと思います。ということで、スクバスの悲しいニュースはありましたが、思い出はあるということでやっていきましょう。真白の過去の YouTube 動画を見ながら、みんなでニヤニヤしながらね、スクバスの歴史の思い出を振り返りながらっていうところでやっていけばと思うんですけど、皆さんいつ頃からスクバス始めましたでしょうか？真白はですね、グローバルリリースの方から始めましたんで、YouTube もね、同時に進めたっていうことがあるので、ほんとね、スクバスの第1話ですね、この、まだ間に合うスクバス情報まとめっていうのはね、スクバスのグローバルリリース前日に投稿した動画っていうところで、ほんとね、1日目からあるんですよ。で、動画の毎日投稿自体はですね、9月くらいかな？去年の9月くらいに始めたんで、最初のこの辺っていうのは定期的に投稿しながら、ライブ配信の方をね、めっちゃやってたっていうのがあるんですけど、大体のスクバスの歴史が詰まっているっていうところがあるので、ちょっと一緒にみんなが、定期的にスクバスの動画投稿していきたくて、その企画の一つとしてスクバスの思い出ということで話していければと思いますが、皆さんの思い出もぜひね、コメントでお待ちしております。ということで、早速見ていきましょうか。本編の前にチャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。スクバスが終わっても、毎日動画投稿していきたいと思っております。他のスーパーセルゲーム実況もやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方で、クリエイターコードまでの応援よろしくお願いいたします。はい、ということでやっていきましょう。さすがに1本ずつは見ていけれないっていうのがあるので、ちょっとなんか環境がつかめるとかね、こういうのあったよねとか、なんかそういったところをちょっと見返していきたいんですけど、まず最初期のあたりでいくと、ちょっとこのウィザードの呪文イベント気になるよね。あったよね、このウィザードの呪文イベント。こちらね、見ていきましょうか。いや、もうね、ちょっと思い出話していい？思い出っていうか、プラザね。このプラザ、どうですか？最近スクバスを始めた人、スクバス 2.0 からの人はね、全然わかんねえと思うんだけど、これね、やっぱ一人一人キャラなんだよね。ヒーローっていうのがいなくて、この視点ね、上から見下ろす視点ね、っていうのもありました。そしてこのエメラルドパスにね、いるんだよね。いるんだよ、奴が。というわけで、もうね、前置きが長くなるんで、再生していきましょう。いや、いいですね。この、ちょっと暗い感じね。ちょっと、声が被ってね、聞きにくいところあるかもしれないけど。これね、ウィザードの呪文イベントっていうのが、このプラザにね、来ているウィザード。で、試合中に呪文を使えって話で、今だったらパワーかな？そう、指定回数使ったら、この呪文が使えるようになるっていうのね。いや、で、ウィザードね。ウィザード、まだ星5実装されてないかな？星5実装されてなくて、で、スクバス 1.0 のウィザードの能力っていうのが、ランダムで呪文を獲得ね。今だったらパワーなんだけど、で、この呪文イベントとめっちゃマッチしてたっていうのはありますね。で、ネクロマンサーね。いたわ！ネクロマンサー。スケルトンバレルの呪文付与してたわ。ロアキンね。まだ持ってねえじゃん、お前。まだ持ってねえじゃん。ロアキン。全然キャラ持ってねえじゃん。お前。リリースしたての頃全然キャラ持ってねえじゃん。星4がこの時点での最高育成度合い。で、星4マジで強かったからね。まず序盤ってこんな感じだったんでね。ちょっと試合パートまで飛ばしていきたいんだけど、いや、懐かしいね、これ。懐かしい、この感じ。まず、1.0 って5体ずつだったよね。各レアリティで。で、ランダムだった。これ懐かしいね。だからこの画面を見て、どういった立ち回りをするか。メイビスでコイン稼ぐのか、ゴブリンでコイン稼ぐのか、みたいな。で、エルプリにするのか、ちょっと攻撃力あるバーバリアンにするのか、みたいな、これ考えてたね。で、終盤、今回はなんかバーバリアン主軸だからババキンと組み合わせたりとか、今回はダイナマイクアタッカー任せたいからアチャクイと組み合わせとか、めっちゃ考えてたね。この頃はね、マジでね、戦術はあった。結構運要素もでかいけど、戦術はあった。で、左下ね。左下、これ懐くない？このアイテム。これマジで卑怯。これ卑怯で、試合中にこのアイテム使ったら、この鍵とかね、普通に1本無料で手に入るよ。で、スーパーの鍵はスーパーレアが手に入るよ。これマジでね、課金してる人だけに与えられた特権だね。試合来たよ。ぬるっと始まったね。試合がぬるっと始まったけど、ゴブリンから行くんだ。ゴブリンから行くんだね。でもこの頃のゴブリンはね、強かった気がする。星3は弱いと思うけど、さすがに。星5とかに行くとね、普通に強かったんだよな。1.0 のゴブリンっていうのは。そうで、見た今の。で、そう、超序盤にはこういうね、宝箱が何秒で復活するとかあったんだよね。これ結構ね、今でも欲しいよね。これ結構便利だったのに、なんかいつぞやのアップデートでしれっとなくなったよね。これね、今でもあった方がいいと思うんだけど、どうなんだろう。で、これね、これがさっきのアイテムで、こっから鍵を使うと、宝箱をね、引けるっていうのがあるので、マジで課金してる人は、この辺は有利だったなと思います。いずれ消されるんだけどね。パーティーをコンパクトにしていくっていうことも意識していけば、宝箱のそう、真白は合体中だったから、合体しましょうっていうのをずっと言ってる。そう、合体をね、ちゃんとしようっていうのがあって、2.0 はね、合体マジで簡単にできるから、いいんだけど、
1.0 っていうのは、同じキャラが来ないからね、なかなか。で、ウィザードね。ウィザードを味方に加えると、呪文が2つ持てるんだよ、これ、呪文が2つ。だから試合を通してさ、メイビス作ってないよね。メイビス作らずに星3ゴブリンで頑張ろうとしてるのマジでおもろくない星3ゴブリンで立ち回ろうっていうのね、マジでね、男だわ、さすがに。でもこれ10人マッチだよね、これ。ボットいるのかなボットいるのかわかんないけどさ、10人マッチで、あ、そう、エメラルドね。左の順位のところのエメラルドが、1位、2位、3位しか出ないんだよね。こっちの方がね、個人的には好きだった。こっちの方が好きで、1位、2位、3位が分かると、どれくらいの目安っていうのが分かるんだよね。トップがどれくらいエメラルド稼いでる。300エメ稼いでて、自分が何エメだから、あとどんくらい稼げばいいんだ、どんくらいのペースでいけばいいんだっていうのがね、分かってたから、こっちの方が結構好きだったんだけど、でも10人マッチってすごいね。リリースしたての10人マッチ。はい。で、ぬるっと終わったね。はい、1本目、こんな感じか。次はちょっとね、ヘビーの動画でね。ヘビーの動画、ちょっとサムネ出てると思うけど、はい、タイトルは、ディフェンダーなのにトップクラスの攻撃力っていうところで、ヘビーを紹介する動画を撮っています。で、ヘビーっていうのは、スクバツ 1.0 でも結構ね、弱いキャラなんよ。弱いキャラだけど、星2とか星3でいくと、ちょっと強かったから、それをね、紹介する動画だと思います。いや、そうなんだよ。星2でさ、ヘビー撮ってさ、結構このヘビーっていうのが地味に使われてて、っていうのも体力が高いのに、そう、ディフェンダーだからね、今じゃ考えられないでしょ。ディフェンダーなんだよね、ヘビーって。そう。で、体力が高くて、立ち止まってる間に回復もするし、攻撃速度も上がるしっていうので、結構ね、耐久できるから、ヘビーめっちゃ集めるっていうのが地味に強かったんだよね。っていうのを紹介しています。試合パートね。初手ヘビー。もう初手ヘビーっておもろいよな。パワーワードだよな、初手ヘビーって。で、ヘビーがこう立ち止まってる間ね、立ち止まってる間に弾の色が変わってると思うんだけど、これが結構強くて、そこグレッグ取れよ、お前。グレッグでコイン稼ぎ取ろ、まずは。いや、おもろいね。立ち回りもね、おもろいわ。やってることが。うん。いや、ババいらないでしょ。だって、ヘビーで耐久するんだから。いや、アチャクイね。アチャクイ来たわ。これ強いわ。この時の能力っていうのが、遠距離攻撃キャラの攻撃速度を上げてくれるんだよね。だからヘビーの攻撃速度上がって、マジで強くて、しかもこの試合序盤にスーパーレアが来るっていう強みね。これもあったんだよな。そうなんだよね。スバス 1.0 は、この運要素がマジでね、でかかった。最初にスーパーレアキャラが来ると、マジで強かったから、そこの運要素がね、嫌われてた一つではあるんですけど、まあでもその運要素が今思えばちょっと楽しい要素でもあったのかなっていうのは思うよね。うん、今ってさ、もうほんと3体3体3体じゃん。そのヒーロー1体、サブキャラの各レアと3体ずつだから、上から順にほぼピックしていくだけでいいよね。良くも悪くも運要素って大事だなっていうのは、この振り返ってみて思いますね。はい。で、マップとかは変わんないんだよね。この最初の頃ってパム最強ヒーラーだったよね。今ってもうパムほぼ使わないと思うけど、この時の最強ヒーラーって言ったらパムで、まあ衛星兵も超序盤は強かったけど、最強ヒーラーはマジでパムだったな。ポコがいないからね。うん、ポコもいないから、ヒーラーっていうのは本当に衛星兵かパムどっちかだったな。この辺のゴブリンも買っていきたい。脳死でババキン取っておる。お前は。脳死で。絶対ヘビー取って合体させた方が強いでしょ。さすがにそこのババキンいらないっしょ。でもそれくらいでもババキン強かったよね。ここでババ合体ね。いや、ホグライダーまだ持ってないもんね、君。ホグライダーまだ持ってないからさ、ハーボブーツ難民になってるじゃないか。で、こっからラスト1分で、ラスト1分になると、もうね、ババキンとアチャクイ集めるっていうのがもうマジで大事だからね。うん。全然戦わないしね。ヘビー取ったのに。ヘビー最強っつって全然戦ってねえじゃん。7位だぞ。いいのかこれで7位で終わったらヘビー別に強くねえじゃんってなるもんな。集めて終わりだけじゃん、この動画。でもちょっと戦うの、戸惑ってるね。まあ、呪文欲しいよね、さすがに。で、下の方で乱闘が起きてるから、そっちに行きたくて。いや、強いよ強いよヘビーがターゲット取って。ヘビーなのかそれババキンがターゲット取ってないかいや、まあ、パムで耐久してる。パムで耐久してるし、ヘビー全然強くねえじゃん、お前。ヘビーで全然耐久してねえじゃん。ちょっと順位上がったね。ちょっと順位上がったけど、いや、ギリ、いや、玉砕持ってけ玉砕持ってけ玉砕持ってきてねえし。結構火力も。これさ、ヘビー全然強くねえじゃん、これ。ヘビーが強いって言ってるのにさ、前衛のババキンでターゲット取って、後ろからヘビーで攻撃してるじゃん。後ろからヘビーで攻撃するなら、ダイナマイトでよくねということで、最後3本目見ていきましょうか。3本目はですね、ババキンが最強っていう動画ですね。はい。ババキン最強なのに、まずは星3っていうね。星4が最強でした。ババキンは。また、ステータスがね、ちょっと強いっていう動画ですね。はい。こちら見ていきましょう。
で、そう、ババキン強くて、まあ、アチャクイもなんだけど、この一つ目の能力、近接ユニットの攻撃速度上昇。で、アチャクイだったら遠距離キャラの攻撃速度上昇。これが強くて、最大9体だよね。合体3を取れば、一番最大限バッフが乗るみたいなんで、めちゃめちゃね、攻撃速度上げてくれましたね。で、アイアンフィストね。アイアンフィスト。これはね、今でも変わんないと思うんだけど、この、何秒かに1回、10秒くらいだっけ結構な秒数だよね。で、一発、このノックバック、スタン攻撃打ち出してくれるっていう。これも強かった。で、星4になると、スーパーレイジの呪文付与っていうことで、スキル全体を通して、バフをね、味方に与えながら、で、そう、星3で回復して、星4でスーパーレイジね。スーパーレイジはマジで化け物。スーパーレイジ火力2倍とかだよね、最初。うん、マジでね、化け物でした。スパレを持った時の動画は、まだまだ先っていうので、ちょっとそれもね、また思い出のいつかで、合体した時がやばかったんだな。そう、合体した時が、11200の体力あって、これがね、やばい。とにかく、これがやばい。体力の11200ってどのキャラクターと匹敵するくらいなんだろうって、ちょっといろいろ見てみたんですけど、結論として、メガユニットのエルティグレより。これね、メガユニットのエルティグレより体力高かったんだよな。うん。で、このメガユニットっていうのが、ステータスが化け物のキャラクターで、ほんとお助けキャラだよね。もう、超試合で不利な時にたまに宝箱が出てくるんですけど、メガユニットっていうのがいるだけでね、マジで戦況変わる。で、それと同じくらいのステータスしてるよねっていうのが、ババキンのこの紹介動画ですね。で、ここでさ、裏話というかさ、これ YouTube 撮ってる人らめっちゃね、うなずくと思うんだけど、この頃のスクバスって、この試合がこの一つしかモードがないから、これで遊ぶしかないんだよね。で、この登場キャラクター、ここにキャラクターがいない時もあるんだよ。うん。だから今で言うとさ、シェリーとかいないじゃん。シェリーとかコルトいないから、シェリーとかコルトの動画撮ろうと思ったら、出てくるまでね、ずっと待つ人がある、これ。15分に1回くらい変わるんだけど、これがマジでめんどくさかった。これね、YouTube 撮ってる人、マジでね、絶対そうだってうなずいてると思うんだけど、今、ババキンの動画撮ろうと思って、撮影してると思うんだけど、ババキンが出てなかったらね、裏側でね、何分も待ってる、何十分も。マジでやばい時は、午前中撮影開始して、で、昼のさ、なんか2時とか3時、だから10時撮影開始して、なんかね、2時とか3時になってようやく出てくるとかあったから、本当に。出てきたとしてもなんかいい映像撮れなかったりとかね、あったと思う。これはね、マジであるあるだと思いますが。試合ね、試合。で、バーバリアンを取っていくっていうのが、王道の流れだよね。バーバキンと組み合わせたいんだったら、近接ユニットね、集中して集めるって書いてあると思うんだけど、戦車も最強だったんだよな。戦車。これ今ですらさ、今もなんだろうな、体力が高いキャラっていうだけだと思うんだけど、昔の戦車はマジで最強でした。うん。アチャクイと組み合わせるとマジで最強。スパレアオーバーロード塗ったんですよ。あったね。スパレアオーバーロード。あったね。忘れてたわ。ドッペルゲンガーとかさ、ダブルトラブの印象強いけどさ、スーパーレアオーバーロードあったね。これ、スーパーレアのキャラクターばっかり出てくるやつ。試合終盤、ボット。試合終盤になって、ボットをいじめている人がいます。はい、ボットをいじめてますね。で、入れ替え、そう、宝箱の入れ替えもね、これアイテム使わないといけないんだよね。いや、そうなんだよ。宝箱の入れ替えもアイテム使わないといけないし、で、入れ替えて、いや、ババキン来ないんだよな。これがね、運要素の元だったんだな。入れ替え使っても来ないみたいな。だけど他の人はババキン引いてて、マジで負けるみたいな。さっきのステータス見てわかる通り、マジで強かったんだよね、ババキン。だからね、その辺の運要素の差がね、やっぱ、嫌われてたな。今だとどうなんだろうな。今でも嫌われる要素だと思うんだけど、みんなもうスクバス慣れてきたから、結構ね、今だと受け入れられそうな気もするね。他のキャラクターがもうちょっと強かったらいいんだけどね。ババキン1体でお前戦い切ったな。よくも。よくもお前ババキン紹介動画でババキン1体で戦い切ったな。バフ乗ってるからね。いや、合体しなくても普通に強いは無理があるだろ。めちゃくちゃだな。合体しなくても普通に強いはね、ちょっと無理がありますね。いやでもね、この頃のキャラクターは懐かしいですね。こういうのあったな。ヘニーとかね、こういう感じだったもんね。星2で頑張ってたもんね。マックスとかも。で、あと、この、似たクマももちろん。そう、似たあったね。ニタのクマは近距離攻撃なんだけど、遠距離キャラなんだよね、本体自体は。今でもそうだと思う。そういった小技というか知識的なところもあって、なんかね、やっぱこっちはこっちでちょっと複雑な要素があってね、今にはない複雑な要素があった気はしますね。ということで、ちょっと思い出動画いろいろ見ていきましたが、いかがだったでしょうか。いや、超序盤だから、その PS 的なところはマジでないし、ちょっとね、突っ込みどころいっぱいある。でも思い出としてね、超序盤ってこういうのだったなっていうのありましたよね。そうで、ダイナマイクとか超弱いんだよね。ダイナマイクね、弱かった。超序盤は。マジで弱くて、こっからずっと強化もらっていくんだけど、そういうのもちょっと懐かしいね。呪文とかも懐かしいし、
ババキンはスーパーレイジとかあったし、あとスーパーレアオーバーロードね。今日一番の収穫だわ。っていうのが、まあこの頃の時代かな。まあリリースしてまだ1、2ヶ月とかかな。アイスワールドすら出てないからね。アイスワールドがアップデートで発表されたのが夏くらいだったからね。まあそのあたりのちょっと期間を見てみました。いや、おもろいな。バトヒーとかも強かったしな。ババキン強いって言って、ババキン1体しか取ってないし、まあおもろかったね。でもね、あれでも撮影しきれないと。あそこを逃してしまうと、ババキン1体でも動画に収めないと、次いつババキンが試合で使えるかわかんないからね。まあそういった感じのね、YouTuber 泣かせのゲームでもあったね。最初の頃は。本当に。っていうのも、はい、ありながら、皆さんのこの辺の時期のね、思い出とか結構あったら、ぜひ、どうですか？グローバルリリースからやってる人は、ぜひコメントお待ちしております。で、次はもうちょっと進んだところで、この辺はマジでね、生配信毎日ずっとやってた気がする。で、遊んでて、その辺の切り抜きがメインだと思うんだけど、ちょっとこの辺もまた見つつ飛ばしつつ、いや、スターターカラボコも出てきてるね。スターターカラボコが出てきたら、多分ね、8月9月とかだと思うんで、まあ1年間の歴史ではあるんだけど、ちょっといろいろまた見返していきたいと思います。はい、というところで今回はこんな感じで終わりたいと思います。良ければ高評価、チャンネル登録お待ちしております。そしてまた、クバスから他のゲームのね、実況も予定していますので、そちらもぜひ応援していただけると嬉しいです。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。